雑談です。武士スタントです。ハラセンということで始まりましたハラセンラジオ。陣内智則の面白い方原田専門家でございます。この番組は日々私が見ちゃったもの、聞いちゃったもの、食べちゃったもの、飲んじゃったもの、それから言っちゃいけないことなんかを話しております。ぜひチャンネル登録と高評価よろしくお願いしますと言いながら、ほぼテレビの話しかしておりませんが、昨日は何をしてたかと言いますと、今日阿佐ヶ谷ロフトであります阿佐ヶ谷ヤング用品店という水道橋博士さんがやっているイベントのオープニングを作っておりまして、今回は地下芸人のなんていうんですか、上を見ろね、上を見ろじゃない、上を向いて歩こうね、下を見ろ俺たちがいるということで、まだ発芽してない種の状態のというかね、そういった方々の、面白いエピソードを聞こうという回になっておりますんで、これは配信で2週間見れますんで、ぜひね、見ていただきたい。オリンピックだ、本当オリンピックなんかよりこう勇気をもらえると思いますよ。オリンピックでね、勇気スポーツでね、勝った人を見て勇気をもらえるという気持ちは分からなくもないですが、逆に僕はね、ああいったこうキラキラしたものにこう目が潰れちゃう人もいるだろうと。俺はあんなに頑張ったところでね、あそこまで輝けないとか、逆にこうめいっちゃう気持ちにもなりますよ。本当にね、眩しすぎちゃって。しかしですよ、この地下芸においとなんだ俺もまだまだ捨てたもんじゃねえっていうかね、下には下がいるんだってね、こう安心できるというか、そういったイベントになっているということなので、オリンピックに飽きちゃったりね、好きなスポーツがない方はぜひご覧になっていただければなと思います。そのオープニングをやっておりましたと。で、見ましたですわな。やっと始まってくれました武士スタントね、愛坂くん。これスピリッツで連載されておりましてね、っていうのはもう連載終わっちゃったんですけど、これ始まった時にもとんでもない漫画が始まったぞと思って読んでおりました。ずっとね好きで読んでたんですけど、漫画なんていうんですか、漫画家を描く漫画っていうのはこう外れが少ないんですよね。というのも、それは漫画家さん自身の体験談が盛り込まれていたりとか、細かいディティールがね細かく書かれていたりとかっていう理由もあるでしょうけど、本当にこう外れが少ないんですよ。だから漫画を読むときに困ったときはこういった漫画家を描いている漫画、それこそ漫画道であるとかね、他にもねありましてよ、スピリッツでも前もありましたけどね、そういった漫画家の漫画っていうのは本当に外れが少なくて本当に面白いんですけども、これはなかなか設定がぶっ飛んでまして、まさかこれをテレビドラマ化するとはね誰も思いませんでしたよ。しかしこれやってくれましたね。日テレですか、やってくれたな、おい日テレ本当によくやったよ本当。だってこれね、深夜枠のドラマではありますけども、この江戸時代からタイムスリップしてきた愛坂くんっていうのはなんと春画を描いてってこう処刑に遭うとこだったんですよ。それがひょんなことってね、タイムスリップしてこう現れて現在に現れたのがその漫画家さんの仕事部屋で、そこで漫画というものに触れるわけですよ。だから当時江戸時代からしたらこう表現方法がね、それこそ違うわけじゃないですか。一点通し二点通しとかね、その辺の技術的なこともまだまだなかった時代というかね、発明されていない時代だったんで、そこでこの漫画の表現ね、それこそ立体的な表現であるとか集中線であるとかね、そういった動きを取り入れた画法なんかをこう見るに、それをこの自分の春画に取り入れてみたいな漫画を
にねこう感銘を受けて、でそこで漫画を勉強していくという話なんですが、これ悪いことにねまたこう何かのタイミングでねこう江戸時代に戻っちゃうんですよ。で江戸時代に戻ったら戻ったでこう春画をねまた描いて、言うたらこう未来でというか現世でこうなんていうんですかこう身につけた技術を持ってまた春画を向こうで描いて、でまたこっちに戻ってきてみたいなのが繰り返されるんですけども、よくもうこれをね本当にドラマ化してくれたね。どこまでドラマで描かれるのかはわかりませんけども、本当にいやよくやってくれたなと。でね期待すると、深夜なんでこの春画のシーンね、モザイク入ってたりしましたが、こう想像でねこうあんな絵だこんな絵だみたいなシーンがね漫画の中では出てくるんですけど、それどこまでドラマで再現されるのかとか、オープニングでねタコ出てきてたでしょ。でそれとかもね漫画でね取り入れる漫画というか春画で取り入れてるんですよね。そういうのがもうちゃんとねこうリスペクトもあって、素晴らしいドラマだなと思って見ておりましたが、この主役を演じている武士スタント愛坂くんをやっているのがジャニーズ WEST ですか、ジャニーズ WEST の方ですね。浜田貴弘さん、本当にここ最近のジャニーズ事務所というかジャニーズのタレントさんのドラマでのこのはっちゃけぶりというか、何でもどんな役でもねこなす感じといったらもう素晴らしいですね。だって全身亀甲縛りでふんどし一丁で出てくるんですよ、いきなり。ジャニーズのね方が、いやこれはもうそれだけ見る、美しい肉体美とかね、それだけ見るだけでもこのドラマを見る価値はもう十分にあるだろうと思うほどこう美しいね肉体美見せてくれています。本当に体を張った演技をなされて、でねまたこれちょんまげが似合うんだわね。一見ねパッと見たらこうジャニーズ WEST の子だと知らなくて見たらアキラ 100% かと見まごうほどにねちょんまげが似合うのがアキラ 100% なのか、裸だからそう見えるのかわかんないですけど、いやそれにしても素晴らしいね。でいろいろ出ている方もね面白い方が出ておりますよ。僕は全く知りません。あとねあれですね、ストーンズの森本さん、慎太郎さんも出てるんです。これもなかなかねいい味を出しておりましたね。ただねもうちょっとマッチョ、本当の漫画原作ではねもっとムキムキマッチョだったんでね、その辺の筋肉具合ねもうちょっと鍛えて欲しいなと思いながらも出ております。それから担当編集者のね役の久保田さゆさん、この方もねなかなかいい味を出しておりましたよ。でアシスタントでもう一人いるね女性の方がいるんですけど、これがね非常に漫画とよく似てていい味を出しておりました。これはなんて読むのかな、長い短いって書いてあるんですけども、長い短ですかね。いやこれはねなかなか良かったですよ。で漫画家役の今井貴文さんですか、これね似てるんですよ原作とね。なのでこれは本当に非常に、あとね音楽がね非常に良かった。で近谷直之さんって方が音楽をやってると書いてますが、これ結構このドラマでねなんか聞いたことあるなっていう音楽がこう使われているんですけども、その原曲じゃないんですね。その似たような感じで作ってるっていうのがまたこういい感じでねハマっておりましたので、その辺も注意深く見ていただければなと思いますが、このドラマ本当に結構ね無理な設定というかをご利用しで言っておるんで、これどうやって最後終わるのかなっていうのは楽しい。漫画自体はねどうやって終わってたかな、結局江戸時代に戻ってねなんかなってたんだと思いますけど、漫画の最終回ってねあまりこうしっかり覚えてない
覚えてないよな。どうやって終わってたかな。なんでドラマもどうやってケリをつけるのか分かりませんが、江戸時代に戻って、なんかね、お兄さんが春画を反対しててこっそり買ってるみたいな、あれだったかな。で、その辺のところもどうなるかは分かりませんが、成長期ですね。漫画が上手くなる、絵のね、そういうなんていうんですかね、やり方で絵が描けるんだみたいなところもこうあるとは思いますしね、本当に面白いので、ぜひ、見逃した方は Hulu もしくは TVer でね、見逃し配信ありますんで、ご覧になってみてはどうでしょうか。本当にちょんまげと裸がよく似合うね、ちょっと BL 要素もね、ふわふわと入ってきたりしてね、面白いんですよというようなドラマです。武士スタント愛坂くんね、ぜひご覧になってくださいといったところですか。はい。ならない。嘘でしょ。なんでならないの。まあいいや、じゃあね。はい。じゃあ、声は変わる。なぜならないのこれ。なんだろう。壊れちゃった。なんかね、USB の調子が悪いんだ、今日。困っちゃった。はい。ということで、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ありがとうございました。